三家の子猫。名前は悟空。悟空は生後3週間で捨てられた子猫でした。彼の飼い主は経済的な理由で悟空を育てることができず、泣く泣く森の中に置き去りにしたのです。森の中は薄暗く、木々の間から差し込む月明かりが幻想的な光景を作り出していました。葉のざわめきや遠くで鳴くフクロウの声が悟空の心に一層の孤独感を与えました。悟空は森の中で一人ぼっちになり、夜の冷たさと孤独に震えていました。彼の小さな心は恐怖でいっぱいでしたが、それでも生き延びるために必死に泣き続けました。悟空は何とか生き延びようとし、ありとあらゆるものを食べていました。また海鮮の虫に全身の皮膚を食べられる重い皮膚病に侵され、生命の危機に瀕していました。体重はわずか200グラムに過ぎませんでした。まさにその短い命が閉じようとしていた時、悟空は弱い声でにゃんと鳴きました。その声はたまたま近くを歩いていた人の耳に届きました。古代の魔法使いの末裔アラドンがその人でした。彼女は森の中で薬草を探している最中に、弱い声でにゃんと鳴く悟空を見つけたのです。アラドンは悟空を見つけた瞬間、何か不思議な胸が締め付けられるような思いを感じ、彼女はこの小さな命を救うために全力を尽くすことを心に誓いました。アラドンは幼い頃から動物と心を通わせる力を持っていました。彼女の祖母もまた魔法使いであり、アラドンに魔法の使い方を優しく教えました。祖母の教えを受け、アラドンは動物たちを守ることを使命と感じるようになりました。アラドンは猫が大好きで、弱い声で鳴く子猫の悟空を保護し、直ちに大きな動物病院へ向かいました。しかし、病院での診断は手遅れと言われ、アラドンは途方に暮れました。あてもなく三家の子猫悟空を抱きしめ森を歩いていたところ、素敵な音色が聞こえてきました。心の悲しみを癒すような音楽でした。森の奥にたくさんの楽器が置かれている場所があり、そこで妖精たちがいろんな楽器を演奏していました。妖精たちはアラドンと子猫悟空の悲しみを感じ取りました。そしてその場所の奥にある古びた動物病院にアラドンと悟空を案内しました。そして悟空とアラドンはその病院に入り、治療をお願いしたのです。病院の中は外とは全く違い、魔法動物や傷ついた多くの動物たちが治療を受けていました。そこは不思議な愛情に満ちた空間でした。病院の内部は壁に古代の魔法の文様が描かれ、空中には淡い光が漂っていました。治療を受ける動物たちの安らかな表情が、ここが特別な場所であることを物語っていました。妖精たちはアラドンに病院が古代の魔法によって守られていることを教えました。アラドンは言いました。この子を助けるためにどうか力を貸してください。妖精が答えます。もちろんです、アラドン。私たちもこの小さな命を救いたいと思っています。この子は何か特別な光を放っています。
何かの特別な運命を持つ子猫だと思います。悟空も言いました。にゃん、ありがとう、みんな。懸命な治療の結果、悟空は健康を取り戻しました。またアラドンは魔法の薬草を使った治療に驚きました。実は悟空は将来、妖精猫族のリーダー、流れ星三毛の悟空となり、ウベイとカリンたちの冒険に加わる運命なのです。そしてまたこの動物病院こそが必要な時に姿を現し、奇跡の治療を行う魔法の森の動物病院だったのです。悟空がリーダーになるまでには数々の困難や試練が待ち受けていました。悟空はある日、妖精たちの助けを借りて森の奥深くにある迷宮に挑むことになりました。この迷宮は古代の魔法によって守られており、通過するためには知恵と勇気が必要でした。悟空は迷宮の中で突然現れた巨大な幻影に立ち向かいました。恐怖で足がすくむ中、自分の弱さと向き合いながらも、仲間たちの存在が彼に勇気を与えてくれることを感じました。彼は自分が一人ではないことを知り、内なる力を引き出すことができました。彼は自分の内なる勇気を振り絞り、幻影に向かって飛びかかりました。そして幻影に惑わされながらも、自分の直感を信じて進みました。途中、古代の魔法の罠にかかりそうになりましたが、妖精たちの助けを借りて無事に抜け出しました。次に、悟空は闇の森に住む恐ろしい魔物と対峙することになりました。この魔物は森の平和を脅かす存在であり、悟空は仲間たちと協力して魔物を退治する方法を見つけなければなりませんでした。悟空は自分の勇気と仲間たちの絆を信じ、見事に愛情と勇気により魔物を打ち倒しました。そして状況により悟空の三毛柄が少しずつ変化しているのにも気づきました。最後に悟空は流れ星の試練に挑むことになりました。この試練は妖精猫族のリーダーになるための最も重要な試練でした。悟空は流れ星の力を自分の心に取り入れて、自分の内側に秘められた真の力を流れ星のように外に放出する必要がありました。夜空に輝く無数の星々が悟空を見守るかのように瞬いていました。突然、一筋の流れ星が彼の前に現れ、その光が悟空を包み込みました。星の光は温かく、彼の心に直接語りかけるようでした。悟空、君の内なる力を信じて。君には大いなる使命がある。悟空はその声に導かれ、自分の内なる力を探し始めました。彼の心の中には、これまでの試練で得た勇気と知恵が輝いていました。星の光が彼の体を包み込む中、悟空は自分の心の中の真の力を放出し、そして周囲をまぶい金色の光で包み込みました。こうして妖精猫族のリーダーとしての資質を見事に立った生後2ヶ月で子猫の三毛悟空が成し遂げたのです。三毛の子猫悟空はやはり本当に特別な猫だったのです。アラドンは三毛の子猫悟空の成長を見守りながら、悟空の勇気と決意に驚きました。
そしてみんなが運命と自分の使命を再確認したのです。悟空が妖精猫族のリーダーとしての資質を見事に示した後、彼の新たな冒険が始まりました。彼は仲間たちと共に魔法の森の平和を守るために日々奮闘していました。ある日、悟空は森の奥深くにある光の洞窟の存在を知りました。この洞窟には古代の魔法の力が眠っており、その力を手に入れることで森をさらに強力に守ることができると言われています。悟空は仲間たちと共に光の洞窟を目指して旅を始めました。道中、彼らはさまざまな試練に立ち向かいました。険しい山を越え、深い谷を渡り、暗い森を抜けました。その度に悟空のリーダーシップと仲間たちの絆が試されました。ついに悟空たちは光の洞窟の入り口にたどり着きました。洞窟の中は暗く、冷たい風が吹き抜けていました。悟空は懐中時計を取り出し、その音色で仲間たちを勇気づけました。洞窟の奥へ進むと、突然、巨大な石の扉が現れました。扉には古代の文字が刻まれており、カリンがその文字を読み解くと、真実の心を持つ者だけがこの扉を開くことができると書かれていました。悟空は深呼吸をし、心を落ち着けました。彼は自分の心の中にある真実の力を信じ、扉に手をかけました。その瞬間、扉がゆっくりと開き、まばゆい光が洞窟の中を満たしました。扉の向こうには美しい光の庭園が広がっていました。庭園の中央には大きな光の泉があり、その水はまるで宝石のように輝いていました。悟空はその光景に感動し、仲間たちと共に泉の前に立ちました。この泉の水を飲むと、私たちの力がさらに強くなるんだ、悟空が言いました。悟空と仲間たちは泉の水を飲みました。すると、彼らの体に不思議な力が満ちてきました。過去の試練で得た勇気と知恵がさらに強化され、未来への希望が湧いてきました。私たちはこの力を使って魔法の森を守り続けるんだ。悟空が決意を新たにしました。その後、悟空たちは光の洞窟を後にし、魔法の森へと戻りました。彼らの新たな力は、森の平和を守るための大きな助けとなりました。悟空のリーダーシップと仲間たちの絆はますます強固なものとなり、魔法の森は再び平和と喜びに包まれました。